一緒に行動しますね、そのはいしおりさんと。はい、エミリさん。はい。両方服もう何も着てないんですよ。二人ともいえ、さっきのエミリさん。はい。しおりさんは前回と同じ服着てますけど、はい。どうすればいいですか、これから。一番心配なのはやっぱ本田さんなんで、本田さんの除霊を早めにしておかないと何あるかわかんないし、あ、そうですか。二人もついてる。はい。たまに行ってるって言いますし、うん。たまにお家に行ってて、うん。あったかいみたいですね、やっぱり部屋の中が。そうなんだ。そっちが一番心配です。しおりさんよりも。はい。新しい方、その方が元凶となるものです。その方が、事故を起こしたりさせるのがその例ですね。なんでかというと、うん。殺人事件を犯されてうん犯人が見つからず、うん。どうしても私の手で犯人を憎い殺したいっていうふうに言ってたんで、霊が殺したいなんてよっぽどないですね。今どこにいます？今またそこにいます。あ、それしおりさん？はい。エミリさん？上にさんもいます。そっちですか？はい。一緒に？ベンチの、ベンチのところ。はい、鉄棒2つあって、はい。水飲む場所があって、後ろのベンチに座ってるんで、ここからであれば一番取って大丈夫ですよね。そうですね。バス停行きますね。バス停行きましょう。はい。の方が安全だと思いますし。安全？はい。十字路こっち見てるんで。あ、そうですか。下手すればこっちに無料に釣ろうとします。男性は本当に拾ってます。自分で来い来いって言っておいて、近くまで行くとすごい形相で睨むんですよ。お前じゃないだろうなって言われました。私を殺したのは。やったやつの顔があんまり見えなかったんだ。なるほど。ただ黒い T シャツ着てたのは確か。いや、俺今日黒い T シャツ着てる。明るいとこで見てみますか？そうですね。かなり明るいとこ行きましょう。怖いから。ついてきてないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。近いとこですよね。そうみたいですね。その辺ですよね。そうじゃん、あそこかな。そこのベンチに座っていたんです。めっちゃ近いじゃないですか。近いですね。ここですもんね。多分ここですよ。ここですね。写真ここ明るい。ここだ。ここですね。ここに立ってましたもんね、この前ね。今ここ立ってそこのベンチ行ったんですよね。そうですね。そこに蛍光灯なんですよ。はい。いいじゃん。この点は何でしょう？この点なんでしょうね。光るものが全然なかったんです。反射板しか考えられませんけど、こういうのはオーブかなっていうのも、これはオーブでしょうね、間違いなく。もや、はい、もやが映るんですよね、どうしても。シャッターも全然下がらなかったですし、映すカメラ向けるとすごい形相してまして、もやですね、白い。これは本当にオーブです。その女性です。はい。先ほどの公園の写真。こんなことっていうのは珍しいんですけど。
こんな逆に何を打つのすごいですよね。ええ、まあ本田さんが本当に心配なんで、はい。それちょっと連絡取ってみてもらいましょうか。そうですね。で、お祓いして、そうですね。じゃないと危険です。あ、そうですか。なんか鬱になってたり、えドヨーンとしてたり、はい。まあ男性が怖いって言ってたんで、受けっていうか男性不信になる可能性もありますし、そう。心配ですね。ただかわいそうな例でした。あ、そうですか。結構大変やばい。はい。まあ僕が見えなかったんですけど、ここはぼやけてるようで、もうここがもう強調されて映ってて、ずーっとこうやってるんですよ。ずーっと震えながら、最初はこうやって「おいでおいで」って言ってたんですけど、で近づいていって、カメラ向けるとすごいこう競争でギュッて睨んで、私殺したのお前だろう、お前だろう、お前じゃないだろうなっていうふうに言ってたんで、違うよって、別な件で来たんだよって言ったら、まあ、隣にしおりさんの霊がいて、そのしおりさんの霊とどう関係あるのって聞いたら、もともと亡くなってここの辺うろうろしてたから私の近くに来てもらってる、私がすごいもう本当にこの世に未練がいっぱいあるからついてきてもらってる、犯人見つけるまで私は絶対成仏しないからな。どう、あれから出てない。出てないです。出てない。そう、場所は見つけました。あ、分かった。どう取りました。そう、うちらもそう。あ、見つけました。もちろん撮影来た。そこで結構ね大変なことが、彼女にはもう今もついてはない。若干ついてますですよね。なんでわかる？すごい。お店で一回ちょっと、まあ、お祓いしてもらったっていうことで、それをそのスタッフの人たちに話していると、いきなりこう頭が痛くなって、首とか肩の辺がドーンって重くなって、ああ来たのかなってマジか。思いました。僕さっき気になった時に、女性、本田さんの後ろにいたんですよ。さっき？はい。で身長が本田さんよりもだいぶ小さい。それ例ですか？多分このぐらいのパターンかな。違う。見た感じは違かった。見た感じ、私が見た時は大きい。多分同じぐらいの。あとは大丈夫。はい。感情的にはドヨンとはしない。たまにちょっとしてましたね。前ほどは。でもそうですね。前ほどこうもう沈み切ったのがずっと続くわけじゃなくて、まあ次の日にはまあ切り替えれるぐらい。起きれなくなったっていうのは？起きれなくなった。お祓いした次の日。2日後？あ、2日後ですね。2日後。そう、確か次の日に、こうスタッフみんなにお話ししてて、でその次の朝に起きれなかった。今日は全部取っちゃいます。この前の多分説明しなくて大丈夫。この前のは場所行ったんですよ。うちらだからこの例の日本の黄色いポールがあるところがあるって、まあこっからもう本当に出てね、歩いて5分もかかんないところに本当あって、そこに行ったら裸になってる女性がいて、まあ20何歳って言ってた。24歳。それで司法にもう一人また違うのがいたんです。いて、でどうしたのって話したら、まあこの辺一帯でちょっと
殺されたって言ってた。でどういう人って話したら「ねあんたじゃないでしょうね」って言われて「なんで?」って言ったら「黒い T シャツを着てる人に刺されたの」って言われた。で名前はって聞いたら最初聞き取れなかったんだけど司法エミリ。いやエミリって言ってて、その霊が一緒にここに来てたらしいんで、そんなしほりと。でそれで、感情的になっててって、辛い思い殺されたから、いろんな人にこう呪いを移してやるってで、そこは除霊ができなかったから、どうしても本田さんだけはしたかったので、なんかここにも来てるらしいんですって、そのしほりと。なんでそれだからちょっとやばいからって言って。ここ痛かった？背中でもこの首からこの肩甲骨っていうか、この辺にかけてが痛かったです。重かったっていうか。それは霊のせいなの？裸の女性がこの辺が傷ついてたんですよ、刺されて。なのでもしかしたら痛みが出てるのかなと思って。でパンパンって叩くんだ途中で。なんか気持ち悪かったら言って。そう。これなんか頭が途中痛かったとか言ったでしょ。そういうのって言ってね。はい。一心長来十法法会上十三法一心長来十法法会上十三法一心長来十法法会上十三法呵責諸上諸悪を海有無視頓人知事の真語少々一切古今解散へ。修習釈上東岸修行節大聖営十如実用空用三宝節大聖営十如実用空用三宝小自衛公雲来空青年合爆10代有年美観音歴王子特賞三少女 B 婚約無料空必心観音明地力農空政権空空即鎮通力高鎮死亡弁実法小国道無節噴煙新修重小悪臭地獄期直小テリベサルバントマランマランマンダララハリシデイサンバラタチオンアビリティンケースオンアビリティンコンソンオンアルタルンハタオンアビリティンハタオンハタオンアルタルン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 
こっち行く。うん、大丈夫。はい。辛くなかった？はい。大丈夫。はい。大丈夫です。こっちのなんか右の辺がちょっと痛かったんですけど、大丈夫です。これも一切大丈夫です。大丈夫。はい。ございます。もう楽しんで日々を過ごしてください。はい。ありがとうございます。よかった。最後に線香だけ一本こう間開けてたいて。はい。なぜですか？なんで線香焚くんですか？煙を向こうに追い払うためです。へえ。大丈夫か？今なんともない？はい。教授全然いいよ。はい。もう植えることないです。はい。一切。もう来ないですか？絶対。来ないです。絶対ってことはないんですけど、まあ9割以上大丈夫です。なるべくさっきのあの通りを通らないように。はい。通んない方がいい。道の向かい側とかもうん。取らない方がいい。なるべく1ヶ月は通んない方がいい。はい。わかりました。意外に近かったもんね。びっくりした。近いですね。結構近かった。そう。なんか隣の駅の周辺で、こう友達と
飲みに行ったりとかして、うんでそしたらいつも歩いて帰るんですよ。うんそこから歩いて帰る時に、うんたまに通ってたところ、あ、そうなんだ。やっぱり通ってたとこなんだ。はい、あとあっち側にもう一個コンビニがあって、うん自分ここの家から2番目に近いコンビニへえ。なので、たまにあっちに行ってた時。そうなんだ。お線香を焚くとなんか清められるとかそういうことなんですか？清められないですけど、うんただ線香を焚いてちょっと怖いのが、まあ、全部窓も閉め切ってエアコンも止めて、線香を焚くとちょっと霊がいると煙ってまっすぐ上に上がらないんですよ。下の方に行くんですよ。よくお坊さんが使う技なんですけど、すぐ来て線香まず1本焚いて状況を確認するんですよ。その煙が下に行くんであれば危ないからこういうふうなプランを立てようというふうにしていろんなお経を唱えていきます。そうやって条例するってことですか？はい。なんか一人私の同期なんですけど、うんそうお客さんとかでうん霊感のある人とかスタッフでもうん霊感のちょっとある人がいるんですけど、うんその人たちになんかもうやばい感じで言われてる人がいて、私も男の子なんですけど、その子が、まあ、ちょうどその私の最寄りの隣の駅に住んでるので、よく、まあ、一緒に帰るんですけど、その子と、その子に近づくとすごい頭が痛くなるっていう。行きましょうか。そう行きましょうか。そうですね。結構ついてるって感じする？しますね。その子自体は何と言ってもその子も霊感があるので、私と同じものが見えてたり、そのしほりちゃんのことを見てたりしてて、見てたんですよね。店で？いやお店でもなんですけど、一緒に映画を見た時にこう座ってるじゃないですか。座ってるもうここにいてずっと私の方見てたっていう言われてて、私は全然気づかずこう映画見てたんですけど、ずっとそこにいたから怖かったって言ってて、その子ちょっと紹介して。もちろん当然またいつも通り顔も出さないし情報も何も出さないので、とりあえず1回だけちょっとお会いしてね、先生見てもらった方がいいよ。お願いします。じゃあちょっと行ってきます。